大阪・関西万博第2回。今回はヨーロッパ北東部ラトビアとリトアニアです。ずいぶんたくさんの国が隣り合っているんだね。このバルト海という海を中心に考えるとね、まず西にこの縦長いのがスウェーデン。そこから時計回りにフィンランド、ロシア、エストニア、ラトビア、リトアニア、ロシアの飛び地があってポーランド、ドイツ、デンマークがぐるりと並んでいるよ。1、2、9カ国？そうよ。バルト海に面する東側のこの3つの国を合わせてバルト三国と言います。今日はバルトパビリオン、ラトビアとリトアニアに行くよ。あ、ここニュースで見たよ。ラトビア間で脈々が盗まれちゃったって。あれ？でもなんだかめちゃめちゃ増殖してない？一人残されたバラビちゃんがかわいそうってお友達を連れてきたお客さんがたくさんいたんだって。集まった脈々は今はそれぞれ新しいお家にお迎えしてもらったそうよ。脈々かわいいよね。先生も脈々大好き。会場限定ぬいぐるみを買ってきました。じゃーん。さっきお土産屋さん並んだのはこのためか。寝ている脈々かわいいね。バラビちゃんはラトビア館のマスコットなの？この子もかわいい。そうよ。ポルチーニ茸というキノコをモチーフにしたキャラクターなんだって。かわいい。さあ、中に入ってみよう。壁いっぱいの植物標本が並んでるね。博物館みたい。なぜキノコのマスコットなのか、展示が植物標本なのか、その理由の一つとして、今日はバルト地域と薬草の関係についてたっぷり説明していくね。ラトビアは東北地方ぐらいの広さの地域に福島県と同じくらいの人口の人が住んでいます。面積は 6.5 万平方キロメートルで人口188万人。リトアニアは面積はほぼ同じで人口は少し多くて288万人。茨城県と同じくらいの人口です。その説明よくわかるようなわかんないような。この辺りは標高200メートル以下のほぼ平坦な地形でね、ラトビアで一番高い場所の標高が312メートル。東京タワーって333メートルだよね。山っていうか丘？日本は山ばっかりだから不思議だよね。逆にラトビアやリトアニアからしたら山がある方が非日常で驚きなんだよ。国によって地形が違うとそうなるのか。当たり前が逆になるのって面白い。地形が違うとそれが文化や歴史にも影響するよ。このほぼ平坦な土地の5割が森林で、それは世界の平均値3割よりも多い。そして湿地の割合が高い。湿地っていうのはね、浅い水で断続的に覆われているか、地面がたくさんの水で満たされているような場所ね。沼や干潟、泥炭地などなど、日本だと釧路湿原が有名だね。エストニアで国土の約 22%、ラトビアで国土の約 10% がこの湿地帯。沼が多い国なんだ。今は埋め立てられて減ってしまったけど、昔はもっともっと多かったそうよ。これでも減った方なんだ。水が豊富な場所なんだね。この地理的な条件によって西ヨーロッパからの人や情報の流入が他の地域に比べて少なくて、その分独自の文化を育む土壌になったと言われています。例えばキリスト教の伝来はヨーロッパの他の地域よりも遅かったんだよ。こんなにそれぞれみんなぎゅっと近いのに？カトリックの中心地であったローマから地理的に遠かったこともあるしね。もともと沼地や森林や川が緩やかに居住エリアを分けてた。そしてそれぞれの場所で長い年月をかけて場所ごとに独自の文化が形成されていったんだ。だからキリスト教の布教も困難だったの。キリスト教の布教は宣教師の派遣だけじゃなくて軍事的な意味合いが強いものでね。十字軍っていう軍隊がこの地にもやってきた。さあ、この国の人がどうやって自分たちの国を守ったかという話なんだけど、そこで役に立ったのがこの地形。固く見える地面の下に底なしの泥が隠れていたり、背の高い水草が生い茂る中を無数の水路が迷路のように走ってたり、全体像を把握するのが非常に困難。例えば軍隊が攻めてこようとしてもその地形が天然の要塞になっていたんだ。日本が海に囲まれて守られているのと同じだね。地形ってこんな風に影響するんだ。そんな歴史的な背景の中、独自の文化、宗教観が保たれてきた。アミニズムといってね、森や川、草花や石などなどあらゆるものに魂や精霊がいるっていう考え方がベースになってる。日本と近いね。日本も矢をよろずの神様がいるっていうし、
お米一粒に神様が7人いるってひいおばあちゃんが言ってたよ。このアミニズムという考え方で重要な位置を占めているのが植物なんだ。それで今回の植物標本の展示につながるんだね。そう、展示を見てみよう。へえ、ごぼう？日本にもあるよ。こんな効果があるんだ。現在ラトビアではこれまでのアミニズムの流れを組む伝統的な知恵と科学を組み合わせて実際の効果について確認する取り組みをしているよ。例えば日本でも有名なカモミール。これお母さんがよく飲んでるよ。カフェインが入っていないからいつでも飲めるって。もともとカモミールは腹痛や風邪、咳の治療、安眠効果があるって言われていたんだ。現代でも不眠や不安、胃のムカつきや下痢などにいいとされているよ。他にも松の木から取れる松ヤニや日本でも道端に生えている大箱は傷に塗る軟膏として科学的にも効果が実際に認められているんだ。日本の漢方薬でも松ヤニや大箱が使われているよ。薬草はきちんと効くって証明されたんだね。リトアニアで民間に伝わる薬草は2000種類以上。植物だけじゃなくて蜂蜜などの動植物由来のものも含めると相当な数になるって。その中で効能の確認が済んでいるのは3分の1ぐらい。今後も研究は続けられていく予定なんだって。2000、そりゃ時間かかるね。薬草は家庭菜園でも育てられていてね、日常的な食事にも登場するそうよ。地域の文化として食生活と健康が密接に関係しているんだね。食べて元気になるなんて僕にぴったり。植物とともに大切に敬われているのが太陽。この国の場所はね、季節によって昼と夜の長さが大きく違うんだ。日本でも冬の方が早く暗くなるよね。夏だと7時くらいまで明るいよ。冬だと5時くらいには暗くなるけど、バルト三国の場所だとね、夏はなんと夜10時まで明るい。暗くなる前にお家に帰るってお約束どうなるの？ラトビアのお母さんもリトアニアのお母さんも多分時間決めて送り出すんだと思うよ。夏は夜10時まで明るいけど、逆に冬は夕方4時前ぐらいまでしか明るくないんだよ。それじゃ放課後全然遊べないじゃん。おまけに冬の日の出は朝9時。太陽が出てる時間がそんなに短いんだ。これは地球を真横から見た図。ここが赤道ラインで、この上にある国は夏も冬も昼と夜の長さの差があんまりない。ほんとだ。ちょうど色が半々だね。そういえば理科で習ったような。日本はここ。そしてバルト三国は北緯56度。ここのあたり。確かに夏は昼が長くて冬は夜が長い。冬は雪が降ってとても寒いし、沼や池も凍る、農作物も育てられない。そんな場所で生活する人にとって春が来るっていうのは単純に暖かくなる以上の大切な意味を持つんだ。いっぱい太陽を浴びて植物がぐんぐん成長する季節が始まるってことだもんね。だから一番日照時間が長い日、つまり夏至の日を大切にお祝いする習慣があるんだ。太陽を大事にするラトビアやリトアニアの人たちの一番大事なお祭り、夏至祭。日本人にとってのお正月。ラトビアではヤニ、リトアニアではヨニネス、もしくはラソスと言います。夏至祭が行われるのは毎年6月23日から24日にかけて。この時期は作物の種まきが終わった後で太陽の神様に豊作のお願いをするんだ。ヤーニチーズっていう特別な食べ物やビールなどで一晩中お祝いをします。ヤーニチーズっていうのはお家で牛乳から作るチーズだよ。黄色くて丸い形は太陽に見立てているんだ。これにももちろん薬効のあるスパイスが入っているよ。キャラウェイシードっていうスパイスで消化器系の効果があるんだって。焚き火をして歌ったり踊ったり花輪を作ったり、カップルは手をつないで焚き火を飛び越えることで絆を確認する。歌ったり踊ったりって楽しそう。お祭りで一番大事なのが眠らずに日の出を迎えること。朝は朝露で顔を洗う。夜更かしが大事だなんて最高じゃん。参加したい。またこの地域といえばサウナ。2014年には
エストニアのボルマー地方の伝統的なスモークサウナがユネスコ無形文化遺産に登録されているよ。エストニアには数十万件のサウナがあると言われています。体を清めるだけではなくて治療の場であったり、昔は赤ちゃんを産んだり死ぬ時を見とる場でもあったんだって。13世紀にはサウナに入浴する文化があった。寒い国だしサウナで温まるのいいね。でもね、そんな様々な文化は時代の流れに大きく翻弄された。第二次世界大戦中にソビエト連邦によってこの地域が占領されてしまったの。ソビエトは民間の文化や宗教などを抑圧してソビエト式の文化に塗り替えようとしたんだ。一番大事なお祭りである夏至祭までも禁止しようとしました。お正月がなくなっちゃうみたいな話じゃん。そう、大問題だよね。住民たちは決してそれに屈することなくヤーニを続け、伝統的な民謡を歌いながら文化を継続させようとしてきた。それが自分たちの文化を大事にしようっていう強い気風につながった。そしてソビエトへの抵抗の象徴となったんだ。1991年にバルト地域はソビエトから念願の独立を果たしたよ。このバルト三国の独立を目的とする一連の出来事の総称は歌う革命って呼ばれています。ソビエト政府によって厳しく禁止されてきた自分たちの歌を歌ってデモを行ったんだ。ソビエトの抑圧から守った自分たちの文化、その一つが夏至祭であり、植物を大事にしよう、植物で体調を整えようっていう考え。現在でもラトビアの企業はハーブを使った食品を販売するときには、これまでの伝統と抵抗の象徴を売ってるんだっていうアピールをします。それによって多くの人が購入しているんだよ。文化をつなごうって意思がこうやって受け継がれてるんだね。現在ラトビアでは民話を元にした薬の研究が行われています。民話って昔話ってこと？ああいうのって作り話じゃないの？伝承を検証するっていうのは民族学や文化人類学につながる立派な学問分野の一つだよ。日本だと柳田国男が出発点ね。昔話の解析を通して日本社会を考えるっていうアプローチ。遠の物語で願わくばこれを語りて平地人を戦慄せしめよっていうフレーズが有名です。現代風に言うなら、この話聞いたら絶対ビビるぞ。聞けって感じかな。そんなに怖い昔話が現実世界とつながるって面白い勉強だね。ラトビアに残された民話の数はなんとびっくり4万以上。その中には様々な薬草に関する話が出てきます。現在薬の研究には莫大なお金と時間がかかります。一方民話には何世代にもわたって多くの人が副作用もなく使い続けて効果を出してきたっていう記録がいくつもあります。効果が出る、副作用が少ない、そういう情報が手元にあったらものすごい価値があるって言えるよね。確かに信頼度が高い。だってみんな使って安全だったんだもん。その一つがエゾの上水桜です。これはこの地域では非常に一般的な野生の植物。日本では北海道と青森県で生息しています。この植物はラトビアでは古くから木の皮や花が炎症を抑える薬として使われてきました。もし炎症を抑えるのに有効な成分がこの植物から見つかった場合、かゆみを抑えるだけじゃなくてアレルギーやリウマチなどなど多くの人を悩ませる病気の治療に役立つかもしれません。そうか。薬の開発に役立つ情報が新しく発見される可能性もあるんだ。そしてヨーロッパではハーブを使った医薬品、年 25% のペースで市場が拡大しています。伝統的に使用されていて副作用の心配が少ないってされることや病気の予防のために体を健康に保とうっていう考え方が広く認知されていて大きな注目を集めているんだ。すごい！植物の知識の塊だし、ご先祖様から受け継いだ文化への愛情の塊なんだね。自然界の物質は医薬品開発の宝庫だよ。自然界の恵みと伝統的な知恵を最新科学で医薬品に結びつける研究は生物資源探査、バイオプロスペクティングと呼ばれている。新しい医薬品を生み出すための重要なアプローチの一つなんだ。こんなにいろいろな治療に使われてるんだね。バイオプロスペクティング、必殺技の名前みたい。どんどん病気をやっつけてほしいな。
万博楽しかった。もういろいろ見て大満足。世界中の国もっともっと知りたくなっちゃった。いつか本当に行ってみたい。前回の中東も今回のバルトも距離的には日本からちょっと離れた国だけど、知れば知るほどますます知りたくなるよね。先生がまた燃えてる。あ、そういえば大事なことを忘れてた。大事なことって？ああ、わかった。ご飯だ。そうだよ。千里の道も一食からだよ。僕は食べて理解するタイプなのに。日帰りの強行突破だったし、見るだけであっという間だったもんね。そんな私たちのためにぴったりなお店が東京都江戸川区にあるよ。毎週金曜日お持ち帰り限定でラトビア料理を販売しているこちら、イエバーリウムスさん。大阪から帰ってきてからでも間に合うのか。本日のお持ち帰りメニューがこちら。すっごく美味しそう。色がカラフルでワクワクするね。鶏肉のカツレツにビーツのソース、ひき肉とお豆のトマトソース、ライ麦パン。こっちはラトビアのおかゆだよ。ラトビアでもおかゆを食べるんだ。いただきます。ビーツソースがかかったカツが美味しい。ハーブもスパイスも効いてるんだね。おかゆが甘い。これ結構ハマる味だね。米や小麦などの穀物に甘みをつけるのはヨーロッパのいろんな国で見られる食べ方よ。ライスプディングやリオレとかね。美味しかったし珍しい料理で楽しいね。ごちそうさまでした。